このカスタマイズ性、唯一無二なんです。普段ペンを使っている方ならおそらく2つの好みが存在すると思います。一つはインク、このペンのインクが好きなんだよねというのと、もう一つはボディ、このボディが好きなんだよね。ただこの2つなかなか両立できないんですよね。どっちも叶った製品っていうのが世の中にないっていうのは結構多いです。そんな中で僕が最近購入してとても気に入っているのがこちらのペンなんですが、冒頭でも話した通り本当にカスタマイズ性が高いのが魅力です。簡潔に説明すると、あらゆるボールペンの返芯を全てこの中に入れられるという製品になっています。一体どういう仕組みなのか、また僕がどういった点が気に入っているのかという点についてご紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。大家早安，我是なごみ家。はい、改めてですね、今回は久々の文房具の紹介になります。僕の好きなジャンルでもあるので、今後もいろいろ紹介していきたいなとは思うんですが、今回紹介するのはこちらのアントー S という、ボールペンになります。このペンについて説明する前に、まずこのアントーというブランドについてご紹介したいと思います。アントーは台湾のブランドということもあって、先ほど中国語で少し挨拶をしてみました。このアントーという名前は、この工場のある地域一帯のことを指す名前でもあります。30年以上にわたって高級ブランドに対してパーツを提供しているこの技術力と現代的なアートディレクションで、こういったアイデア製品を生み出しているブランドになります。なので金属製のアイテムを中心に展開されています。文房具とかホームオフィス系のグッズとかね、ライフスタイルブランドとして幅広い製品を展開しているブランドです。台湾の文房具って日本の文具好きでも結構有名なんですよね。日本の文具市場ってもう結構成熟してきている中で、台湾のこのニッチを攻めるような、しかも質の高いプロダクトっていうのが今までになかなか出てこなかったような製品とか、日本ではあまり生まれなさそうな製品っていうのが結構あって、僕もたまに見たりしています。そんなアントーが展開するフラッグシッププロダクトとも言うべき製品がこちらのアントー S というボールペンになります。こちらの製品についていろいろと細かく見ていきたいと思います。はい、こちらが改めてアントー S になります。実はこちら最新のプロダクトというほどでもなくて、発売時期はおそらく2020年から2022年くらいのものかなと思います。アルミ製のボディがすごくかっこいいですよね。本体はさらっとしたサンドブラスト加工がされています。これ実は台湾本土での製品はもともと光沢のある質感でした。ただ、日本に輸入するにあたってどうしても傷がついてしまうっていうところで、製品の質を維持するためにこういったサンドブラスト加工で傷が目立ちにくくなっているんです。触ると本当にサラサラとしているんですが、どこかしっとりとした雰囲気もあって、単なるマット加工とはちょっと違うんですよね。それもまた触っていて面白い楽しいところです。でかつ、この加工によって傷が目立ちにくくなっています。僕も日常的に使うので割とポーチの中に放ってしまっているんですが、傷は結構入ってしまってるはずなんだけど、そんなに目立たないですね。今回僕が購入したボディはシルバーです。ボディはシルバーなんですが、このキャップのお尻の部分っていうんですかね、ここがちょっとブロンズっぽくなっているんですね。ブランドのロゴもここに書いてあって、ちょっとしたアクセントになっています。でここちょっとね段差があると思うんですが、これ開けて、こちらキャップなんですね。でキャップのこちらに裏に返してこうやってセットすると、ここにボールペンの先端が現れて、紙への筆記が可能になります。こうして見てみると、こういった日本の文房具って割と先端に向かって細くなっていくようなシルエットが結構一般的なんですが、このアント S はだんだんと細くなってはいるものの、全体的には円筒形っぽいようなデザインになっています。ずんぐりとしたシルエットと言えるかもしれません。これをモダンと一言でくくるのはちょっと雑かもしれないんですが、僕は独特な雰囲気がとても好みですね。普通はこういう感じじゃないですか。それが書いていてちょっとオッとなるような特徴があるかなと思います。好き嫌い分かれるかもしれないんですが、僕は結構おすすめしたい感じになっていますね。でこのボディの部分ちょっと覗いてると思うんですが、ここ窓が点々点々点と結構並べられています。ここから中の返芯の様子を確認できるんですね。インクの色とか残量をチェックできるとは一応謳われているんですが、正直見づらいですね。機能性というよりは衣装としてデザインとして楽しむものかなと僕は捉えています。でこのキャップなんですが、意外とこのアント S の大きな魅力にもなっているんです。通常のペンのキャップと比べて長いですよね。本当にボディ部分の8割くらい、いやなんならもう同じくらいの長さを誇るんですが、マグネットが内蔵されていて、くっつける時にマグネットに吸い寄せられるような形で、キャップを固定することになります。ちょっと音聞こえるかな、聞いててみてください。この分かります？カチッという
この感触がもう独特かつすごく病みつきになるんですよね。どこかこの刀を鞘から抜き出すようなこのアクション、ここでアルミ同士が擦れる音もすごくいいんですよ。いやー、キャップ式のボールペンってどうしてもノックで出せるボールペンと比べるとスピード感に劣るんですが、その所作そのものが美しく気品がありますよね。それをこう音とかこの病みつきになる感触で最大限盛り上げてくれているように思います。いやー、こういうのこそ持っていて楽しいボールペンなんですよ。でここがボールペンになっていて、逆側がスタイラスですね。タブレットとかスマホを操作する時に、これを使って操作できるということで、デジタルとこのアナログを行き来するボールペンとしても使用することができます。後ほど紹介しますが、最近スタイラスを使う機会も出てきて、結構ねこのボールペンに助けられています。ちなみにこれ本体とは関係ないんですが、購入するとですね、こういったアルミ製のケースがついてきます。このね削り出しのアルミの質感もたまったもんじゃないですよ。この箱の質感はそうそうないですよ。角なんか触ったら怪我しそうですもんね。いや中に入れてペンを持ち運ぶというよりは、正直これは家に置いておいて飾りたいようなクオリティですね。かっこいいね。いやー、かっこよい。とてもかっこいい。ただこのアント S の魅力はボディだけではないですよね。一番の特徴はそのカスタマイズ性。あらゆる返芯をこちらにセットして、好きなインクでこのボールペンを楽しむことができるんです。これ実際にこうやって分解してみると、こんな感じで好きな返芯をこちらのボディの部分にまずセットして、その後からこの先端の金具をこうやって取り付けます。金具で芯をホールドしつつボディにしっかりと固定することによって、この好きな返芯を完全に安定させた状態で使うことができるようになっているんです。この機構によっていろんなサイズの返芯をセットすることができます。構造としては至ってシンプルですよね。こちらのラミーの水性ボールペンですね。この中にはもちろんこういった返芯が入っているんですが、やっぱ通常はこういった他社製のものを入れるとですね、一見ぴったり合うかなという風に見えて、そうこの中のね多分サイズが長さが合ってないんですよ。ほら分かります？押すともう戻っちゃうみたいな、ぴったりはまってないんですよね。でこれをこちらのアントであれば、こっちのキャップ側にまず入れ込んじゃいますと、こちらの本体をかませてねじねじする。これが一応返しの装填方法らしいですね。閉まるところが出てくるので、よいしょ、外すと、はい、もうはまってますということなんですね。もうちょいしっかり締めて完成。これでいろいろ書けますということなんです。で僕が現在アント S につけて愛用しているのがこちらのエナージェルの返芯です。ペンテルのエナージェル、有名なボールペンではありますが、独特の滑らかさが特徴的なゲルインクボールペンです。ファンも多いですね。でこれをちょっとねこのアント S にセットして、ある種のカスタマイズをしていこうと思います。セットしてこっち側に入れてキャップをつけてねじねじすると、はい、でよいしょ、これをさらにちゃんとセットして、はい完成。これをこんな感じでかけますと。いやー、このインクやっぱ好きですね。エナージェルのインクね、もう中学生ぐらいからずっと好きなんですよ。ペン先は今ボールペンですが、話した通りで反対側はタッチペンになっています。実はですね、このタッチペンのペン先も2種類を付け替えることができます。サラサラとした書き心地が特徴の繊維製のペン先、そしてふわっとした質感が特徴のシリコン製のペン先です。で今つけているのは繊維製なんですが、分かりますかね。ちょっとケバケバっとしている感じ。これによってスマホとかをもう本当にこのまま簡単ですね。そして最近ですね、僕は iPhone だけではなくてこちらの Galaxy Z Fold という、折りたたみスマホも、これ画面が広いのでこういったノート的な使い方ができるスマートフォンなんですが、これもこんな感じでかけちゃいます。それこそ出先で何か写真にフィードバックを送ったり、何か契約関係の書類にちょっとメモして、先方に送ろうみたいなこともできるので、そういったさっと筆記をする時にこういった使い方ができるのはとても便利です。スタイラスでデジタルを、そして
こちらのボールペンでアナログを、これらを使い分けて活用できるというのはまさにアント S の大きな魅力かなと思っています。で、一応気になったところもねゼロではないんです。今この手を見てわかる通りですね、いろいろ付け替えていく中で最初は多分慣れなくて、ボールペンのインクで若干汚れかねないっていうのは一応注意として思っておいてください。慣れれば大丈夫なのかな。それだけではなくてですね、ちょっとちゃんと見ていただくと、このキャップの部分とボディの部分、このシルバーの色味がちょっと違うのが分かりますか？これはどうしても生産ラインの違いによって生まれてしまうものなのでどうしようもないところであるんですが、色味が分かれてツートーンみたいになってしまう製品も個体差として存在するようです。この点は一定注意が必要ですね。完全なシルバーだと思って買うともしかしたらちょっとイメージと違うとなるかもしれません。またですね、重心で言うと比較的フラットです。重心ってサラサラと書く分には低重心の方が良いとされています。こっちのお尻の方に重心があるとどうしても書いてる時にこっちに持っていかれるような感覚があってペンを滑らせにくいんですよね。低重心こちら側に重さのバランスが寄っていると、より滑るように滑らかに書けるというような定説があるんですが、これはフラットです。なんとなく真ん中ぐらいにある感じがあります。なので、めっちゃ書きやすいってほどでもないですね。この点はもう少しねこっちに重心が寄ってもいいのかなとか思ったりもしますが、そうするとね多分タッチペンで使いづらいんですよ。なので、両端にペン先があるというペンの都合上しょうがない部分ではあるかなと思います。はい、以上がアント S の総評ですね。比較的僕は、筆記を多めにする場合には、これよりもう少し大きいノートブックで書いて、でささっと外出先で何かデジタルのものに署名をしたりメモを残さなきゃいけないという時にはこういったスマホとかタブレットでやります。最近はこの折りたたみスマホを使っているので、よりこのタッチペンとの相性も上がったかなと思います。デジタルとアナログを行き来しながらも自分の好みにできるだけ近づけられるというようなボールペン、ぜひぜひね試してみてほしいなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。アント S というボールペンをご紹介しました。やっぱ文房具紹介は楽しいですね。シンプルに自分の好きなインクを入れて自分好みのボールペンとして楽しめるというのも魅力なんですが、裏を返すと余ったボールペンの返しをここに入れて、要は芯の再利用再活用っていうのを促せるものでもあるんです。なので、ペンケースに1本とか引き出しに1本入れておくだけでも結構ねいろんな使い方ができるんじゃないかなと思っています。ぜひこのペン一般発売もしているのでチェックしてみていただければと思います。このチャンネルでは他にも文房具やガジェット、ライフスタイルに関する様々な動画を載せているのでぜひ合わせてチェックしてみてください。またチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で、以上なごみけでした。では。